植木澄子さん、当時17歳。爆心地から約 1.6km 離れた楠木町にある動員先の工場で被爆しました。当日の朝、ちょっと風邪気でお母さん頭が痛いから今日休むわって休んで、でも休んでてもやっぱり気持ちが収まらんのですよね。皆さん一生懸命働いておられるのに寝てては申し訳ないって思って、お母さんやっぱり行くって、それで牛田をもう芸備線の時刻がちょうどなかったので便がね、それで牛田まで歩いて不動院から渡し船に乗って向こう岸に渡って、そこから歩いて工場に行ってました。で行って作業着に仕替えて、後ろでこう結んだ途端ボーンと来たんですよ。音は聞こえなかったのに真っ黄い光線を後ろに感じたんですよ。その瞬間もうバタバタバタと下敷きになっちゃったんですね。今の工場だからもう砂ぼっこりで喉がガラガラになって、で瞬間やっぱり両親はどうしてるかな、兄弟はどうしてるかなっていう思いはちらっとしましたけど、その時に太田さんの声が「みんなしっかりするんよ、みんなしっかりするんよ」って上をね走り回っとられたんですよ。それでその声で「あ、太田さんの声だ」って言うんで「太田さん太田さん」って呼びかけたんですよ。それで呼んで、そしたら「どこどこ」っていう感じでちょうど上に来てくださって、23日前本立からバラックに移ったんですよ。増産で工場を拡張いうことでバラックが周りに立ったんです。そこに運よく、移動してたので、だから割と軽くて、で太田さんがこうして1枚ずつ1つずつ材木をのけてくださってなんとか出れたんですよ。私いつも太田さんに申し訳ないと思ってるんですよ。もう助かった瞬間、もう喉がガラガラじゃから太田川に出てうがいがしたくて、それで太田さんに「ありがとう」も何にも言わずにもう飛んで出て行ったんですよ、川に。すぐ上が土手で川でしたから。だからいつも太田さんには申し訳なかった。人間土壇場になるとあんなになるんかなと思うんですよね。もう太田さんをもうほったったままで走って上がってるんですよね。だからそれはすごく悔いです。うがいした後ね、上がってひゅっと見た時にそこの社長さんのお家の年寄りが外れてて、ご夫婦らしき方が血みどろになっとられたのが、はあというような感じでしたね。それはちょっと忘れられない光景ですね。社長さんご夫妻だったかどうかちょっとよく分かりませんけども、そんな光景は見ましたね。朝私を渡る時にはきれいな太田川の水だったんですよ。それがうがいに降りた時にはもう大水の時のように泥水になってました、太田川の水が。それでもやっぱりうがいをして、それから上がってきて、それからもう逃げるほかないので山陽本線の鉄橋を枕木がポッポッポ燃えてました。煙が出るんですがね、もう油が染み込んでるからポッポッとこう燃えるっていうのかね、石油が燃えるようにポッポッとで熱い熱いって言いながら渡ったんです橋を。渡ったところが長寿園で桜がいつもきれいに咲くところで、もうそこにも人がいっぱいおられたし、で向こう角は工兵隊の営舎でしたから、ずっと空たちでこうずっと囲いがしてあったんですよね。でその空たちの陰に兵隊さんたちが朝上半身裸でラジオ体操しとられたんだと思う。だから全部背中の方が焼けて「暑い暑い」ってずっと空たちの垣根の周りに
しゃがみ込んどられた。だから何のしようもなくてね。でその時に海軍さんの将校さんだったか何だったか奥さん子供さんをおんぶして奥さんとそれでご主人になられる方がお互いに両方に荷物を持って歩いておられて、あらこの人たち原爆のね被爆された状況が一つもないのにどこにおられたのかなと思ったりしたんですよ。でもまあ荷物下げましょうか言って荷物下げてあげて、それからずっと歩いて、で幸平橋のところまで来たら渡れなかったから中洲に降りたんですよ。それでそこから渡らなきゃ下の土手に上がられないからどうしようかねと思ったら、その海軍さんが自分が行って船を持ってきますと言って、もうバーッと上を脱いで、そしてもう海軍さんだから泳いで渡って、それで向こう岸にあった工兵隊の船が置いてありますよね。それをもうこちらに漕いでこられて、そしてみんながどーっと乗ろうと思うんですよね。だけど何回か通いますからいっぺんに乗らないでください言って制しておられて、それで何回か通ってくださって土手に上がって帰ることができたんですよ。だからそのご夫婦は私の里まで一緒に行ってちょっと休んでもらって、それから三好に帰ります言うんで、また芸備線のね先祖伝いに帰って行かれました。1年も経たんうちに筋鞘炎っていう病気にかかったんです。こう体中を血管の中を回ってで筋肉のところに出てそこを可能さすっていう、ちょうどお医者さんが閉鎖に疎開しとられたから、そのお医者さんが来てくださって、それでこれはもう一日も早く日赤に行かないと危ないって、死ぬ方が6分で生きる方が4分だよって言われた。それで父が朝3時頃から起きて、田舎のことですからバスも何にもないし、だから鉄のこう輪がありますね、荷馬車みたいな、あれに乗せてもらって朝3時頃出て9時頃かな日赤に着いたんですよ。なんとか生き返りました5年前だったかな、初期の胃がんということで内視鏡で取ってもらいました。はいはいはい。それはもう被爆者ですからね、核廃絶は一番望むところですよね。本当です。一人一人にね与えられてる命がね、戦争とかこういうことでね、もう本当に私たちも中学生の頃なんかも男子生徒は皆ね予科練とか特攻隊とかで出て行ったじゃないですか。飯田島なんかでね後からいろんな手記を読ませてもらったりいろいろした時にね、ああ若い人たちこれから先ね命もあっていろんなことができたであろうにね、命をね短くして本当にどんなにか残念だったろうなと思います。一人一人のね命が全うされるように、もういろんなこういうことは起きてほしくないですね。本当もう若い人たちがこれからどんなね経験をしていかれるのかなと思って、もう本当に祈る気持ちです。もうこういうことがないようにってね。